年下の女性が本当に好きな年上男性にだけ見せる特別な行動って実は6つのパターンがあるんです。多くの男性は気づいていないかもしれませんが、女性って好きな人に対しては全く違う態度をとるんですよね。特に年上の男性に対しては普段とは全然違う一面を見せることがあります。実はこれって軽い関係を求めている女性とは正反対の行動なんです。本気で好きになった時だけに現れるとても特別なサインなんですね。今回お話しする内容は年下女性の心理を理解したい男性や気になる女性の気持ちを知りたい方にはきっと参考になると思います。最後まで見ていただくと女性の本当の気持ちが手に取るようにわかるようになりますよ。特に6つ目のサインについては多くの男性が見過ごしてしまいがちなのですが、これを理解できると女性の気持ちがもっとよくわかるようになります。それでは早速1つ目から見ていきましょう。1つ目、他の男性の話を一切しなくなる。これが実は一番わかりやすいサインかもしれません。女性って普段友達や同僚の男性の話を結構するものなんです。職場の田中さんがとか友達の彼氏がといった感じで、これって実は自然なことで、女性にとって男性の話題は日常会話の一部なんですね。例えば上司がどんな人だとか、同期の男性がどういう性格だとか、そういう話って普通に出てくるものなんです。でも本気で好きになった年上男性の前ではこれがピタッと止まるんです。なぜかというと、女性は本気で好きになった男性に対して私はあなただけを見ているということを伝えたいからなんです。他の男性の話をすると、この人は他にも気になる男性がいるんだなと思われて、自分への関心が薄れてしまうんじゃないかと不安になるんですね。女性の心理って複雑で、頭では普通の話題なんだから大丈夫と思っていても、心のどこかでこの人に嫉妬されたらどうしよう、他の男性のことを意識されたくないという気持ちが働くんです。特に年上男性って人生経験も豊富だから、女性の行動の意味を理解してしまうんじゃないかと思って余計に慎重になるんですよ。実際軽い関係でいいと思っている男性の前では、むしろ私はモテるんですよというアピールのためにわざと他の男性の話をすることもあります。昨日会社の後輩に告白されちゃってとか、合コンで知り合った人から連絡が来てるんですといった具合に自分の価値を高めようとするんです。でも本気で好きな相手にはそんなリスクは絶対に取りたくない。だからこそ他の男性の存在を完全に消して、あなたとの時間を特別なものにしようとしているんです。もし気になる女性があなたの前で他の男性の話を全然しなくなったら、それはかなり好意を持たれているサインだと思ってください。特に職場が同じ女性の場合、同僚男性の話題って自然に出てくるものなのに、それを避けているとしたら相当意識されていますよ。仕事の話をする時も営業部の人がとか企画の担当者がといった具合にわざと名前を出さないようにしたり、性別がわからないような言い方をしたりすることもあるんです。こういう細かい気遣いって本当に好きな相手にしかしませんからね。2つ目、あえてタメ口で距離を縮めようとする。年上男性との間にはどうしても敬語という見えない壁が存在します。特に職場が同じだったりすると、プライベートでもつい敬語で話してしまいますよね。この敬語の壁って実は年下女性にとってはかなり高いハードルなんです。年上の男性に対して失礼にならないようにという気持ちと、でももっと親しくなりたいという気持ちの間でいつも葛藤しているんですよ。でも本当に好きな年上男性に対しては、女性はこの敬語の壁を崩そうと必死になるんです。ただしこれってとても慎重に段階的に行われるんです。いきなりタメ口になるわけではなくて、まずは様子を見ながら少しずつ変化させていくんですね。例えばお酒の席でちょっとずつタメ口を混ぜてみたり、 LINE で「やったー、嬉しい」といった感情をストレートに表現してみたり、お疲れ様でしたがお疲れ様になったり、ありがとうございますがありがとうになったり、こういった小さな変化を通してあなたとの距離感を測っているんです。そしてあなたの反応を見て次のステップを決めているんですよ。もしあなたが嫌そうな顔をしたり距離を置くような態度をとったらすぐに敬語に戻します。でも受け入れてくれるような雰囲気だったら
もう少し踏み込んでみる。こんな風にとても慎重にテストしているんです。逆にあまり親しくなりたくない男性に対してはずっと敬語のままです。敬語を使うことで一定の距離を保とうとしているんですね。ここで誤解してほしくないのは、ずっと敬語だからといって必ずしも嫌われているわけではないということです。女性によっては本当に好きな相手だからこそ失礼になりたくなくて敬語を続ける人もいるんです。特に年齢差が大きい場合や社会的な立場に差がある場合は敬語を崩すことに抵抗を感じる女性も多いんですよ。大切なのは敬語かタメ口かではなく、その変化や努力に気づいてあげることなんです。もし気になる女性がタメ口で話しかけてきたら、全然タメ口で大丈夫だよと言って受け入れてあげてください。そうすることでさらに距離が縮まるはずです。この敬語からタメ口への変化って女性にとってはかなり勇気のいることなんです。年上の男性に対して失礼になるんじゃないか、嫌われるんじゃないかという不安と戦いながら、それでもあなたともっと親しくなりたいという気持ちで一歩踏み出しているんです。だからこそ受け入れてもらえると本当に嬉しいんですよ。そしてもし女性がまだ敬語のままでも、それが好意がないという意味ではないことも覚えておいてください。その場合はあなたの方からもっと気軽に話してもらって大丈夫ですよと声をかけてあげると、女性も安心してもっと自然に接することができるようになります。3つ目、あなたの趣味や好みに合わせようとする。これは本当に分かりやすい変化なんですが、意外と男性が気づいていないことが多いんです。例えばあなたが映画が好きだと分かると、急に映画の話題を振ってきたり、実際に映画を見に行くようになったり、あなたがお酒好きなら今まで飲まなかったのにお酒の勉強を始めたり、スポーツ観戦が好きだと知るとルールを覚えようとしたり、一緒に観戦に行きたがったり、最近映画にハマってるんですという話がなぜかあなたの趣味と重なることが多くなります。これって偶然じゃないんですよ。女性は好きな男性との共通点を作りたがるんです。共通の話題があればもっと話せるし、一緒に過ごす時間も作りやすくなりますからね。それにあなたの好きなものを理解することで、あなたのことをもっと深く知りたいという気持ちの表れでもあるんです。でもここで大切なのは、全ての女性がこのパターンではないということです。実は本当に好きな相手だからこそ逆のアプローチを取る女性もいるんです。つまり自分の世界や趣味を積極的にアピールして、私はこういう人間なんですということを知ってもらおうとするタイプです。私はこんなことが好きでこんな価値観を持っていますと自分らしさを前面に出すことで、本当の自分を理解してもらいたいと思っているんですね。このタイプの女性はあなたに合わせるのではなく、私の世界も見てください、私の好きなものも一緒に楽しんでもらえませんかというアプローチをしてきます。例えばあなたが映画好きでも、私は美術館巡りが好きなんです、今度一緒に行きませんかといった具合に自分の趣味に誘ってくることもあります。どちらのパターンも実は同じ気持ちから来ているんです。あなたともっと深い関係を築きたい、もっと時間を共有したいという思いなんですね。ただし合わせてくるタイプの女性も完全に合わせすぎて自分を失うということはしません。あくまで興味を持ち始めた、やってみたくなったという自然な形で近づいてくるんです。本当に自分を失ってまで合わせるというのは健全な関係ではありませんからね。そしてこの趣味への興味の示し方にも特徴があります。表面的な知識だけではなく、本気で理解しようとする姿勢を見せるんです。質問もたくさんしてくるし、あなたの話を本当に真剣に聞こうとします。もし女性があなたの趣味に急に興味を示し始めたら、一緒に楽しんでみてください。そして彼女の趣味についても興味を示してあげると、さらに関係が深まりますよ。相互理解が深まることでより強い絆が生まれるはずです。このように女性によってアプローチの仕方は違いますが、どちらも好意の表れです。実際男性の皆さんの中にも気がついたら共通の趣味が増えていたとか、彼女が自分の知らない世界を教えてくれたといった経験をお持ちの方がいるんじゃないでしょうか。もしそんな体験談があったらコメントで聞かせてくださいね。きっと他の視聴者の方にも参考になると思います。4つ目、あえて弱い部分を見せて甘える。
4つ目は、女性が弱い部分を見せて甘えるということです。これって実は女性にとってはかなり勇気のいることなんです。普段はしっかりした女性でも、本当に好きな年上男性の前ではあえて弱い部分を見せようとするんですね。最近友達が結婚して休みの日が暇になっちゃったんですとか、寒くなってきてなんだか寂しい気持ちになりませんかといった具合に構ってほしいアピールをしてくるんですね。他にも、仕事で疲れちゃってなんだか元気が出ないんですとか、一人だと料理を作るのも面倒でコンビニ弁当ばかりになっちゃってといった具合に、日常の小さな困りごとや悩みを打ち明けてくることもあります。弱音を見せるということは隙を見せるということです。そして隙を見せるのは相手に一歩近づいてもらいたいと思っている証拠なんです。女性って基本的に自分をしっかりした人間として見てもらいたいという気持ちがあるんです。特に年上男性に対しては、この人と対等でいたい、子供っぽく見られたくないという思いが強いんですね。でも同時に甘えたい、頼りたいという気持ちもあるんです。この相反する気持ちの中で、本当に好きな相手にだけ弱い部分を見せるというのは、あなたになら甘えてもいい、あなたになら本当の自分を見せても大丈夫という信頼の表れなんです。特に年上男性は人生経験も豊富で頼りがいがあると感じているので、こうした隙を見せることで、私のことを支えてくれないかな、私のことを誘ってくれないかなという期待を込めているんです。でも注意してほしいのは、この弱音って本当に好きな相手にしか見せないということ。どうでもいい相手には弱いところなんて絶対に見せませんから。むしろ興味のない相手の前では完璧な自分を演じようとします。それに、この弱音って計算されているわけではないんです。本当に心を許した相手だからこそ自然と出てしまう本音なんですね。だからこそ受け取る側も真剣に向き合ってあげることが大切なんです。もし気になる女性が弱音を吐いてきたら、優しい言葉をかけて一歩近づいてみてください。大変だったね、一人で頑張りすぎないでといった共感の言葉や、今度一緒に美味しいもの食べに行こうかといった具体的な提案をしてあげると、きっと喜んでくれるはずです。5つ目、大人の女性であることを必死にアピールする。さっき弱音を吐くという話をしましたが、同時に大人の女性としても見られたいという気持ちも強くなります。この微妙なバランス感覚が本気で好きな相手にだけ見せる特徴なんです。年下女性が本気で好きになった年上男性に対しては、子供っぽく見られたくないという気持ちが強くなります。だからこそ大人の女性として見てもらおうと、いろんな場面で頑張るんです。これって実は女性の中にある複雑な心理から来ているんです。一方では甘えたい、頼りたいという気持ちがあるのに、もう一方では対等に見てもらいたい、一人前として扱ってもらいたいという気持ちもある。この相反する気持ちが本気で好きになった時に特に強く現れるんですね。年上男性ってどうしても人生経験が豊富で、いろんなことを知っていて頼りがいがありますよね。だからこそ女性はこの人の隣に立てるような女性になりたい、この人に釣り合う女性になりたいと思うんです。女性にとって年上男性との関係って実は結構プレッシャーもあるんですよ。年下だからという理由で見下されたくないし、まだ若いからわからないよねと言われたくもない。だからこそいつも以上に背伸びをしてしっかりした女性であることを証明しようとするんです。この心理って実は学生時代から社会人になった時の感覚に似ているかもしれません。周りの大人たちに認められたくて、いつもより大人っぽく振る舞おうとした経験、皆さんにもありませんか？女性も同じような気持ちで、あなたに認められたくて頑張っているんです。でも実は、これって結構大変なことなんです。普段の自分より少し背伸びした状態を維持しようとするわけですから、いつもなら気にしないようなことまで気を使って、家に帰るとどっと疲れてしまうこともあるんです。それに、この大人アピールって完璧にやりすぎると、逆に距離を作ってしまうこともあるんです。あまりにもしっかりしすぎて、この人は一人で大丈夫だなと思われてしまったら、元も子もありませんからね。だからこそ、さっきお話しした弱音を吐くという行動も同時に取るんです。それでも頑張るのは、あなたに、この女性は特別だな、他の年下女性とは違うなと思ってもらいたいからなんです。
年下だからという理由ではなく、一人の女性として魅力的だと思ってもらいたいんですね。そんな努力に気づいてあげられる男性は女性からとても好かれますよ。頑張っていることを認めてもらえると女性は本当に嬉しくなるんです。無理しなくても大丈夫だよという優しい言葉をかけてもらえると安心して本来の自分を見せることができるようになります。この大人アピールと弱音を吐くという相反する行動、これが同時に起こるのが本気の証拠なんです。矛盾しているようで、実は両方ともあなたともっと深い関係になりたいという同じ気持ちから来ているんですね。6つ目、相談事を持ちかけて特別な関係を作ろうとする。これが最も深いレベルのサインです。ただし、ここで大切な注意点があります。相談されたからといって必ずしも好意があるわけではありません。これを勘違いしてしまうと相手に迷惑をかけてしまうことになりますから、慎重に見極める必要があります。女性が本気で好きになった年上男性に対してだけ見せる相談と普通の相談には明確な違いがあるんです。まず、普通の相談は解決策を求めています。どうしたらいいでしょうか？どう思いますか？といった具合に具体的なアドバイスを欲しがります。そして、アドバイスをもらったら、ありがとうございましたで終わることが多いんです。でも、好意がある場合の相談は少し違います。仕事の悩みや人間関係の相談、将来への不安など、プライベートな内容を相談してくるのは同じですが、実は解決策よりも、あなたとの時間を作りたい、あなたに自分のことを知ってもらいたい、という気持ちの方が強いんです。具体的な違いとしては、相談の後に、今度お礼をさせてくださいと言ってきたり、相談をきっかけに2人で会う機会を作ろうとしたりします。それに、一度相談すると、その後も定期的に、あの件、その後どうなったか聞いてもらえませんかといった具合に、継続的な関係を築こうとするんです。相談するということは、あなたを信頼している、あなたの意見を聞きたいという気持ちの表れではありますが、それだけでは恋愛感情があるとは限りません。信頼できる先輩や上司として見ている場合も多いんです。女性にとって本当に深刻な悩みを相談する相手って実はそんなに多くないんです。でもそれが恋愛感情なのか尊敬や信頼なのかは慎重に見極める必要があります。他の人には話せないことを話すことで特別な関係を築こうとしているのは確かですが、それが恋愛関係を求めているのか、それとも良い関係性を築きたいだけなのかは、相談以外の行動も合わせて判断する必要があります。だからこそ、もし女性から相談を持ちかけられたら、まずは真剣に聞いてあげてください。そして的確なアドバイスができなくても、大変だったね、よく頑張ってるね、といった共感の言葉をかけてあげるだけで十分です。大切なのは、相談されたからといって特別な関係を期待したり、急に距離を縮めようとしたりしないことです。相手の気持ちを確認もせずに行動すると、信頼関係を壊してしまう可能性があります。今回お話しした他の5つのサインと合わせて総合的に判断し、それでも確信が持てない場合は、相手の気持ちを直接確認することが大切ですね。まとめ。今回は、年下女性が本当に好きな年上男性だけにしてしまう6つのことについてお話ししました。改めて整理すると、他の男性の話をしなくなる、タメ口で距離を縮めようとする、あなたの趣味に合わせようとする、弱音を吐く、大人アピールをする、そして相談事を持ちかけてくる、この6つでしたね。今回お話しした6つのサインは、1つだけでは判断が難しいかもしれません。でも、複数当てはまる場合は、その女性があなたに特別な気持ちを抱いている可能性が高いと言えるでしょう。年下女性があなたのことを本気で好きになった時、年上だからこそ近づくのが難しいと感じることもあります。でも今回お話ししたようなサインを見せることで、あなたに気持ちを伝えようとしているんです。特に最後にお話しした相談事を持ちかけてくるというのは、本当に特別なサインです。女性があなたを信頼している証拠ですから、ぜひ大切にしてあげてください。男性の皆さんは、ぜひこれらのサインを見逃さないようにしてくださいね。そして女性の皆さんも、もし当てはまることがあったら、もう少しわかりやすくアプローチしてみてもいいかもしれません。この動画が参考になったら、ぜひコメントで感想を聞かせてください。こんなサインに気づいたとか、
実際にこういう経験があるといったお話もぜひ教えてくださいね。特に女性から相談を持ちかけられた経験がある男性の方がいたら、その時の状況をコメントで教えてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。